振動だけでいい感じに進んでくれています。プリミティアプレイヤー L です。今回は電マカーを作ってみようと思います。電動マッサージ機をうまく利用して振動だけで走れるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは電動マッサージ機からですね。灰色を再現するために古代の軽量プラスチックを燃やして水で消火することでちょうどいい灰色にしたら先端の振動する部品のパーツにします。振動の仕組みはモーターの片側にベアリングのガーリンを貼り付けてアンバランスにすることで回した時に振動するようにしました。480rpm を超えた速い回転数で回ってくれています。地面から切り離すと振動しているのがわかりますね。こちらに飾り付けとして古代の軽量プラスチックを貼り付けて電動マッサージ機っぽくしていきましょう。先端の灰色で丸い部品を再現したら焦げていない白い軽量プラスチックでボディの部分も作っていきます。外側からバッテリーをつけるとモーターに通電してくれるように古代の合金の棒も仕組んでおきました。大きさの割に重量は軽いので簡単に持ち上げることができます。そしてバッテリーをつけることで振動させることができました。これで電動マッサージ機部分は完成ですね。とんでもなくでかいので実用性はありませんが乗り物として使うなら問題なさそうです。ちなみにこのまま地面に置いてみると振動で移動してくれました。でもこのままでは遅いですしどこに移動するかはわからないので乗り物として使えるように魔改造していきましょう。設計図機能で複製して2本横に並べたら振動で進むために使う足を作ります。こんな感じでベアリングを組み合わせることでバネの仕組みを作ったらその先に棒をつけて長くして電動マッサージ機本体の方にたくさん斜めにつけていきます。こうすることで上下に振動したとき足がしなって前に進んでくれるんじゃないでしょうか。早速バッテリーをつけて固定を解除すると動きませんね。そこで試しに私が乗ってジャンプして縦の振動を与えるとちゃんと前に進んでくれました。そこでモーターに重りを追加することで振動を強くしましょう。これならどうでしょうか。試してみると今度は電動マッサージ機の振動だけで前に進んでくれました。でも速度は遅いですし途中で止まってしまいます。進む方向も左に曲がる癖があるみたいです。その癖を直すために片側のモーターを逆向きにつけて回転方向を変えたらさらに重りを増やしてみました。この状態でバッテリーをつけて固定を解除してみるとさらに早く前に進んでくれています。でも進む方向は右に曲がってしまってますね。でもこれくらいの曲がり方なら乗って押さえつければなんとかなりそうです。そのまま進んで小麦がある場所まで行くと振動で小麦を破壊して進んでくれました。そして坂道に差し掛かると登りきれずに横にそれました。もう少し速度を上げられそうなので
さらに改良していきます。モーターの回転数を測ると、重りのせいで少し遅くなっていたので、早く回せるように、バッテリーを追加していきましょう。バッテリーを4本にしたところで、最高回転数になったみたいです。左右に4本ずつバッテリーをつけて、もう一度動かしてみると、さらに速くなったみたいです。でも相変わらず右に逸れているので、私が乗って操縦してみると、私が手で押さえつけることで、曲がる動きをコントロールして、好きな方向に進むことができました。仕組みはこれで良さそうです。さらに操縦しやすくなるように、操縦席の前にバッテリーをつけて、その上に配置したトリガースイッチによって、左右のモーターを別々に制御できるようにしました。早速私が乗って、両手でトリガーを引くと、進んでくれました。でも、部品の追加で重くなったせいか、少し走っただけで足が壊れてしまいます。足が壊れないように、大きく曲がっていた前足のバネを、ベアリング同士の距離を離すことで、硬くした後、折れやすい軽量プラスチックの足を、ベアリングの軸に交換することで、壊れにくくしました。この状態で、もう一度乗ってみると、今度は壊れずに、しっかり操縦できています。動きにも問題はないので、これで電マカーは完成ですね。早速その辺を走っていきましょう。ここで気づいたのは、前に傾けてあげると、少し速くなることです。逆に後ろに傾けると速度が落ちるので、速度の調整ができるということですね。さらに進んでいって、雑魚キャラに体当たりすると、意外と止まることなく、進み続けることができました。速度は遅いですが、タイヤのように挟まって引っかかることもないので、こういう大量の敵に突っ込むには、悪くない乗り物かもしれません。カメラの位置を固定して、旋回性能を見てみると、振動で動いているおかげか、タイヤと比べて、かなり楽に旋回できました。U ターンして、こっちに戻っていきましょう。振動だけでいい感じに進んでくれています。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。両手でトリガーを引くと、すぐに前進して、秒速1メートルくらい出ています。ここからトリガーを前に押し込んで、重心を前に移動させると、少し速度が上がって、秒速 1.3 メートルほどになりました。逆に、手前にトリガーを引いて、重心を後ろに傾けることで、秒速 0.7 メートルほどの速度まで、落とすことができました。ちなみに、片方のトリガーだけを引くと、トリガーを引いた方に向かって、斜めに進んでいきます。これはこれで、使いどころはありそうですね。そのまま進んで、雑魚キャラの大群に突っ込むことで、押していきましょう。ほとんど攻撃力はありませんが、振動で倒しながら、進み続けることができるので、なかなか爽快です。それでは最後は、電マカーに乗って、行けるところまで、ドライブに行きましょう。ブルブル震えながら、なるだけまっすぐ進んでいきます。坂道に差し掛かると速度は落ちますが、ちゃんと登りきって進んでくれるので、意外と登板能力は高いみたいです。でも、速度はかなり遅いので、そんなに長距離進んでいないのに、バッテリーが切れてしまいました。ドライブはこの辺にしておきましょう。それでは、たくさん震えながら移動して、お腹も空いてきたので、
スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、天魔母さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー